病気っていうのは自然の一部だから、僕に治せない病気なんて腐るほどあるんですよ。自然っていうのはいくらでも僕の能力を超えてくる。でも逆に心さえ救われてたら生まれてきてよかったと思えるんじゃないかと思い始めたんです。自分が見える、自分が感じる必要なこと、やらなければいけないと思うことを全身全霊でやっていく。夢があるかと言われれば夢はなくて、僕には常に目の前に超えないといけない現実があって、それに対して自分が諦めないでやろうとするっていうだけですね。カンボジア人が今富裕層の人たちで海外行って治療を受けれるわけですよ。でも貧困層の人たちが受ける病院なんかないわけです。がんになったら死んでいくしかなかった。名前は吉岡と言います。ジャパンハートの創設者になります。ジャパンハートがやってる3カ国というのは、乳幼児死亡率が非常に高い国なんですよ。そういう5歳以下の死亡率高い国で子どもたちを助ける医療をしようというコンセプトです。生まれとか宗教もそうですね、貧富の差とかそういうことに関係なく、全ての子どもたちが平等に高度な医療を受けれるようになる、これを作って世界中の人に支援してもらおうというふうに思ってます。ジャパンハート子ども医療センターで院長をしております幸次郎と申します。2008年にカンボジアの医療の状況があまり良くないということを聞いて、それで調査を開始したんですね。これは歴史的にやはりポル・ポト政権の時代にたくさんの医療者や教育者がもう殺されてしまいましたので、カンボジアの医療は一回完全に崩壊しておりますので、それから本当に急増で作った未熟な医療者を中心に公立病院が動いていたものですから、病院に対する信頼度もかなり低いですし、行われている医療のレベルも医療の量自体もまた足りないということで、2009年からまずは公立病院のエンパワーメントという形で巡回診療と手術ミッションという形でジャパンハートカンボジアの活動が始まりました。でそこから2015年まではその活動を続けてたんですけれども、公立病院でのミッション型の活動ですと継続的な患者さんのフォローができないとか、あとは現地人の人材育成っていうのは全くできないというような状況がありまして、やはりその2つを主な目標としてカンボジアに病院を建てることを決めて、で2016年5月に開院しました。その中でも特にカンボジアで致死率が高かった難しい病気というのが子どものがんだわけですね。小児がんはですね、比較的治るがんでして、成人と違いましてきちんと治療すれば先進国では 70% から 80% が助かるというふうに言われています。ただカンボジアを含む途上国では助かる確率が 20% かそれ以下と言われています。それはやはり治療にたどり着かないとか、貧困で治療ができないとか、そういったことで、ほとんど見つかっていない子も多いんですが、助からないっていう現実があります。だからまだまだここに集めないといけないし、もっと言うとまだ病院にかからないまま死んでいってる子どもたちもたくさんいるんで、こういう子たちも呼び覚ましてこないといけない。嘉数真理子と申します。で専門は小児科の中でも小児がんを専門としてやっています。カンボジアに来て感じるのは、医療者が患者さんに対してびっくりするほどちょっと冷たかったりすることがあるんですよ。日本的なケアをすると普通に患者さんに診察して説明して、ちゃんと目線合わせて説明するだけでもすごい感謝されたりとかするんですよね。こんなにちゃんと見てもらって説明してもらったの初めて。レカナは7年前ぐらいですね。こちらの方のまだこの病院ができる前にたまたま家の近くだったので、私たちがここで活動を始めたぐらいの時に来てくれて、病院もない状況だったのでね、もう日本で治療しようというふうに決めて、日本の病院に岡山医療センターの方に受け入れていただいて、その時もいろんな方から資金援助をしていただいて、3ヶ月間辛い治療と、あと大きい手術、あと放射線治療までね頑張ってやってくれて、カンボジアに戻ってきたっていう感じですね。初めすごくやっぱ再発しないかね
気をつけて見てて、カンボジアに帰ってきた後も抗がん剤の治療を続けてたんですけれど、幸い再発することもなく、今もう普通に元気に暮らして小学校に通ってますね。レカナចុះ レ ហើយ カナ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយ はい、ちょ អញ្ជើញអ្នកគ្រូចូលក៏ あね、はい。おこな、あな。សុខសប្បាយទេ សុខណាស់គ្រូ សុខណាស់ ជួយគេលើកខែ អូខេអរគុណអរគុណណាស់ បាត់គាត់និយាយអីអរគុណណាស់ レカナが日本に行ってる時のこととか覚えてますか？お母さん待ってる間どういう気持ちでしたか？ បារម្ភពីកូនខ្លាចកូនមិនអាម៉ាទៅព្រោះគិតព្រោះពីមុនកូនពីមុនធ្លាប់មានជំងឺចឹងដែរវាអត់រស់ដល់ចឹងគិតព្រួយបារម្ភពីកូនដែរ ね。じゃあレカナが無事に戻ってきてどういう気持ちでしたか？ សុបាយត្រេកអរកូនមានសុខភាពសុបាយចិត្តឡើងខ្លាំងព្រោះកូនដឹង そうね。レカナ覚えてる？帰ってきた時。 ចាំអត់ 覚えていません レカナはね、もう治療が終わって4年になります。ね。ね、再発しないかね、また腫瘍が出てこないか心配だったけど、もう4年出てこなかったらまず大丈夫なことが多いです。 ចា ね。ね、レカナもだし、お父さんもお母さんもすごい頑張ってくれたからね。レカナもこんなに元気になったからね。 បាទរលុយដើម្បីឲ្យកូនទៅរៀននឹងជីវិតពេលឲ្យយើង ខំពឹងរៀនណាព្រោះថ្ងៃខំពឹងបើដល់ផឹកឡើងអីដឹងរៀនណារៀនជាប់លេខ1លេខ2លេខ1លេខ2រហូតបកកែរៀនបកកែ すごいね、レカナってかいな。 ពេទ្យគេមើលថែទាំយើងល្អដូចតែគ្នាធម្មតាដូចគ្នាគេមើលថែទាំយើងគេពិនិត្យយើងនិយាយរួមគេពិនិត្យថែទាំយើងរហូតហ្មងគេអត់សម្រានទេអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលជួយកូនខ្ញុំឲ្យរស់រៀនមានជីវិតម្ដងទៀតអរគុណខ្លាំងមែនទែនមានតែម្រាមដៃ10ដែលអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់សូមអរគុណ ខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យនៅនឹងដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដូចខ្ញុំហើយជួយសងគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏ចេះថែរក្សាខ្ញុំហើយក៏ចេះព្យាបាលខ្ញុំឲ្យឆាប់ជា でまあここはもうキャパオーバーなんですよ。もう予想外にたくさん来たから。でなぜこの病院をこれ以上大きくできないかというとインフラの問題ですね。ここの土地ではこれ以上たくさんの子どもたちを受け入れることができない。でもう一つ理由があってもともとミャンマーでやってたんですけどミャンマーは軍にクーデター後医療者がボイコットして働いてないんです。せいぜい緊急疾患ぐらいは見てるだけ。そういう子どもたちも今からこっち運び込んで助けていかないといけない。だからどうしても施設を移す必要が出てきたと。設備としてはまだ全然足りないです。多分2、30年前ぐらいになってます。結構こういう手術器具もそういう昔に手術やってた病院がオペ室閉めて、古い病院とか地方の病院オペ室閉めて、でそこの器具を全部もらってでそれ集めてやってたりするんで、新しく買ったやつ少ないんですよ。今なんとかこう限られた設備で、小児がんのお子さんの治療をやってたり、あと小児の難しい外科の病気だとかも含めて治療をしてるんですけれど、例えば CT 検査とかもここないんですよ。なので別の病院にお願いしてるような現状なので、そういったのが院内で取れるようになるだけでも緊急のね対応とかも含めてできますし、両方の腎臓の腫瘍の子供がいるんですね。例えば日本であれば両方とも手術で取ってでその後透析で生きながらえてその後腎移植すれば助かるというような形なので、腹膜透析も含めた透析の治療っていうのが何とかできないかっていうことを模索したんですが、現時点ではちょっといろんなものが手に入らなくてそれができないということで、やっぱり完全に命を助けてあげられないっていうのは非常に悔しいことでありまして、心臓とか肺っていうのはハードルがちょっと高いところはありますが、
腎臓腹膜透析に関してはそこまですごく難しいことではないと思いますので、少なくともそういった我々でも手が届きそうな治療っていうのは早く入れたいなというふうに思っています。教育に力を入れていかないと持続可能な医療にならないので、新病院が教育病院としての役割を担えたらなと思います。医学生だとか看護学生だとか学生さん時代からトレーニングをそこで実習をして、で卒業後は病院に働きたいという人はここで働く。カンボジア人の上級医3年目が2年目に教え、2年目が1年目に教えというようなこの屋根瓦式のシステムを構築しようというふうに考えています。そうすれば日本人が直接教えなくてもどんどんカンボジア人の中に知識が広がっていきますし、その日本人がいなくなった後もその知識を保ち続けることができるというふうに考えています。How did you feel when you working in operation room? I'm really happy with my job and my skill, but sometimes also feel tired. But I'm powerful when I see patient. I can see the patient can success treatment after, like, not only treatment, success in operation room and also success treatment when go outside also. So make me more power to working and continue working. Yes, me too. Sometimes I feel so tired because in operation room maybe take many time, especially like hepatectomy or nephrectomy. So take more long time and we so tired, but we are so happy. Yes, same too. If you like in operation room and me too, maybe in the future we will work together also. Yes, we go teamwork Yes. to complete our operation. Yes. 病院ができると病院を中心に町ができると言われてるんですよ。ここも最初こんな町じゃなかったんですよ。患者なんか1日数人だったわけです。で僕らが来て患者が毎日何百人とやってくるようになって、でここのスタッフたちがご飯食べれるようになったんです。そうこうしてるうち患者たくさん集まるから町にこういう店がたくさんできてきて、そこで生きていく人がたくさん増えていくし、職業も生まれてくるしっていうことになると思いますね。お金なんかよりもっと大切なものがあると気づいた人たちもたくさんいるし、自分のことより人のことにお金も時間もエネルギーもかける人たちもたくさん増えてきてるし、最近そういう価値観に急激にシフトしてると僕は思いますよ。世界はもうそれはもう実感としてあるんですよ。今あるこの第一病院は少なくとも今寄付だけで回ってるでしょ。それはそう信じる世界の人たちがこれを成り立たせてる。第二病院っていうのはこれより規模大きいですから、もし世界の人たちがこの世界が持続的に発展することを望むとか、子どもこそ大切なものだと思うんだったら、僕はこの病院はうまくいくと思ってます。